皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画でフグ狙って最後一番寄島の港を向けて帰ったんですが、残念ながらスラでした。この時期いるとすれば穂崎、あそこ穂崎って言うんですけど、穂崎沖から三郎浦にかけてです。なので今日も1番目はまず当たらないと思いますけど、トラフグ狙ってこの裏をやってみたいと思います。取れたらそのシーン使いますが、取れなかったらカットになると思います。気になる1番目はフグゼロでした。絹10、シャコ10、芝エビ10でした。あとは落ちガキです。早いやつもいるんですね。昔は5月でしたけどね、もう今4月の頭からすごかったですね。いつもおるし、でもやっぱり上り潮はカニいないですね。下りになったら多分入ると思うんですけど、ちゃんと飲み込めれなかったぐらいチヌが多かったらしいですが、どうしよう。あれチヌは上りの方が多いんでしょうかね。ナイス。イカうまそう。おシャコおいしいセット。あらチヌ消えた。チヌ消えた途端にカニ、やっぱ潮が変わったら入るんですね。希少種余っても一ガニも入りだした。不思議ですね、ほんまに。素晴らしい。潮変わった途端にシャコまでね、何かに紙変える。ここにも素晴らしい。最初の網フグいなかったんでカットですが、毎年この時期になるともうめちゃくちゃプレッシャーですね。今年も皆様にフグの姿がお届けできるのかどうか、めちゃくちゃプレッシャーです。フグがいるとこは何箇所かあるんですけど、どこにつくかがわからないんですよね。でタイミングももう決まってて、そのジャストでないとなかなか取れない。そのジャストにどこを選ぶかがもうめちゃくちゃ難しいです。普通にチヌ取ってればねいいのを、わざわざフグ狙いにこの移動するのもリスク大きいですし、今年もとにかく1匹でもいいから撮影できればいいなと思ってます。超ナイスでしたね。昼漁の動画の時に来た西貝のとこです。やばいなこれ。ナイス、これ一発だけでいい。石金もたい。スーパーナイス。中ですけどこのサイズならとても嬉しい。もうこれ1枚いたんでもういい。おお、ナイスナイス。カニ出てきてますね。川から水が出たんでね、この間
それで川から出てきてるんかもしれんすね。なんじゃこれ。寄れば西はたくさん出てくると思いますが、昼来た時にカニ全然おらんかったですけど、やっぱり夜は夜ですね。うわ、危ねえ。西貝結構出てきました。自分がヘルニアなのは若い時にこの西貝とチヌを毎日取って運んでたせいです。今度はワイヤー短くしたんで海藻まみれかもしれません。うわマジか。いったマジか。うわ網穴だらけですね。一箇所、一箇所だけじゃないわな。これ直すのが時間かかるんですよね。ワイヤーで作ろうか、このラインだけ。来ましたね。やった、撮影できた。嬉しい。カニもおるし、とにかく一発撮影だけしただけでも嬉しい。これはすごい。神様ありがとうございます。しかも白子です。すごすぎ。いやー5キロはあるでしょう。しびれた。ヒラメが入ってももうヒラメに目がいかないという。これはしびれたな。もう撮影できただけでも嬉しいですわ。ダブルトリプル。うわすごい。これはちょっとすごい。先にカニを移しておきますけど、正直カニなんかどうでもいいぐらい。これはすごい。これ6キロあるでしょ。切った。来ましたね。数年ぶりのトラフグラッシュですね。1回だけね豪雨の後だったかありましたけど、トラフグラッシュ。いやーちょっとすぐ U ターンしましょう。網直さんといけんすけどね。これはちょっとすごかったですね。まあでも確かボーナスタイムではあるんですよね。絶景ですね。まあでもよくほんまに網を食い破られずに済みましたね。どこで入ったか大体想像つくんですけど、そっから15分ぐらい漕いでますからね。その間に食い破られて入れられとっても本当おかしくはないと思います。うわ歯が切れんな。これどうしよう。リップあったっけ俺。やば、どうしようかな。こっちまでいましたが全く目に入ってなかったですね。結局網は直さずやってます。ボーナスタイムは限られた時間だけですからね。歯ぎしり音はなし。1番だけか。1番だけか。ちょっともう一遍行ってみましょう。さっき直してなかった網を直しておきました。ただ今の網逃げられてますね。さっきなかっためちゃくちゃ大きい穴が開いてました。入ったけど食い破られて出られたみたいです。もう一回だけ行ってみましょう。なんかおかしい。道具がゴリゴリ言うてますね。なんかかけたかもしれません。ちょっと巻いてみます。帰らないといけないことになってなければいいですが、大丈夫そう。大丈夫やな。このままつけます。
回収不可能ですね。フグは苦いけど素晴らしい網。もうその2枚だけで素晴らしいです。でもフグはどうやらもうやっぱり4時間前だけだったようですね。たださっきのフグの網だけで1番だけでありますんで、今日はもうこれ以上狙っても多分ダメでしょうから漁場を移動したいと思います。今年もフグを撮影できたというだけでもう十分満足です。こんな感じでした。全然がっかりするような網ではないんですが、フグがすごすぎた。シャリやってしまいました。重い。一番痛く言いました。は下りも上りもチヌのとこをやればいるんですが、カニはもうあれですね、下りの方が圧倒的に入りますね。上りになったらもう見ませんね。今1枚いましたけど、上りになったらもう見ないですね。カニの折りそうのとこ通ってるんですけど、やっぱ当たらんですね。うわ、じゃあ専用来た。ネタでも3つ取ったし、これチンコゲ初ですけど、もうどう考えても今年は多いんでしょう。自分の道具はゲタでもチンコビでもタイがいるとこともうレンジが違うんですよね。自分の道具に入るっていうことはもう相当もう多いっていうことですね。驚き。タイにフグにヒラメにカニに春のめでたいもんセットが今日は揃いました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。シャコちょびっと。シャコちょびっと。ちょびっとっていうかもう多いんだけどな、夜でこれは。取ったことはないと思うんだけど。夜だもんな。西がでっかいな、すごいな。カキはおかず。おかず。毎日おかず。はい。つぶ貝。つぶ貝。そうか。ゲタはそこそこ。はい。今日も石金を。はい、石金じゃな。なんで石金がここに意味わからん。そうなんだ。イイダコちょびっと。はい。でこれ見て。これ？シャア専用がおりました。ああ。お、ほんまだ。シャア専用。チヌ。シャア専用チヌが多いんじゃろうな。チヌは。はい。前回140じゃけど140おらんかな。130から140です。はい。これはエビ。ちょびっと。はい。そうか。フグとここで大甘手が4つ。大甘手もめっきりおらんくなってね。待っておらんな。自分が YouTube 始めた頃は大甘手を取りに行こうとな感じだったけど。なあ、待って多かったもんな。
ーっとじいちゃんの代からそうじゃったんだけど、めっきり見んくなりました。カニ飛びた。カニは上りしおらんね、全然。下りしか入らん。本当に。でも下りは結構入る。あ、おるやん。前回より少ない。あ、でも少ないこともないのか。ずっと3、4つずつぐらい下りは入る。カニは今日も下り潮の間は順調でした。メインはこれではありません。はい。なんと。カニでもチヌでもないんです。なんでしょう。こちら。網があるところに入れたら、食い破られる。食いちぎられるんで。ってことは。おお、やったー。すごいで。6キロ級でしょう。かわいこちゃんが。こっちちょっと。あ、それは5キロ級や。こっちが6キロ級やな。うお、なんじゃこれや。カリカリ言うてる。怖い怖い。挟まれたらアウトですよ。うわー。さらにもう1個。じゃあ、今日はどうした。アドレナリン出たね。おお、すごい。なんと1番に4つ入った。じゃあ、大丈夫だ。すごかろう。久しぶりにアドレナリン出ましたわ。マジで。もうこれだけでいい気が。もうこれそうそう。もうこの1番で帰ってもよかった。ちなみにヒラメも親面持ったその網。また狙ってみたいと思います。はい。今日はこちらがメインでした。はい。持っていくのが大変ですけど、いろいろ。はい、頑張りましょう。持っていきましょう。はい、お疲れ様でした。はい、はい、測ってみたい。ああ、5キロ弱。おお、4.7。でも十分です。この一番大きいの。うわ、白子や。5.5、6キロないか。皆さん今日もハードワーク、お疲れ様でした。ついに服来ましたね。今日も視聴者さんにおすすめしていただいたお酒を進めていきたいと思うのですが、祝い酒ですね。今日はどれにしようか悩みましたが、初春のお喜びの祝い酒はこれにしたいと思います。五島列島酒造五島麦と五島芋。五島麦の方も五島産麦、五島芋の方も五島産さつまいも。そういうの大好きです。長崎県、まあ当然ですね、五島列島なんで。うわー、ゴージャス。こちらが芋、こちらが麦です。これは楽しみですね。視聴者さん、お酒マスターの方がたくさんいらっしゃるんですが、お酒マスターの方のおすすめ、美味しいに違いありません。間違いないでしょ、これ。よいしょ。さあ、どっちからいきましょう。芋いったらもう麦がいまいちに感じるかもしれませんので、麦からいってみたいと思います。25度。麦焼酎にしてはちょっと匂いがきついような気もしますが、芋。こちらも25度。臭くない系の芋。すっきりフルーティーな感じの芋焼酎ですね。ではいただきたいと思います。麦から。ちょっと匂いありますね。でも飲みやすい。まだ全然氷溶けてませんが、この状態でもガブガブいけるぐらい。飲んだ後に麦焼酎の香りがきます。では芋いただきます。これはうまい。すっきり系の味わいも深いです。熟成されたのかなっていうぐらいしてないでしょう、いくらなんでも。個人的にはもうやっぱり芋飲むと芋ですね。ただ麦が美味しくないわけではありません。でも圧倒的にこの芋の方が香りがいい。麦の方がちょっとですね、ちょっと鼻につく感じがあります。でも全然飲みやすいです。夜です。夕食です。朝は軽く済ましました。夜も五島麦いってます。西貝のキムチあえと串焼き。西貝の串焼きにタレをこれから。タレかけるんですか。はい。これめっちゃうまそう。匂い。めちゃくちゃいい匂い。むちゃんこ匂いしてきてます。西美味しい時なんですよね。身がパンパンです。殻からね出てきてぐにょっともほぼ全部出てくるんですよね。こうで卵を植え付けてるところを、自分の体にですよ、卵を植え付けてるところを2回見たことがあります。感動しました。いただきます。うまっ。西って初めて焼いて食べましたけど、焼くととんでもない歯ごたえになるんですね。あと朝はだいたいいつも初めて飲む時撮影の時緊張してるんで、
お酒の味がよくわからないんですけど、後からこうやってちょっと冷静に飲むと鼻につくのが何か分かりました。大麦のちょっと焼いたような香りがします。多分それでしょうね。多分通常はこの大麦の焼いたような香りを香ばしいとかいい香りって感じるんだと思いますけど、でも食事と食べたらなるほど、食事に合うように作ってるんですねこれ。単体で飲むとなんかちょっと鼻につく感じがしますが、こうやって食事といくとめちゃくちゃいいですね。この100年の孤独が大麦焙煎したような香りの焼酎なんですけど、でもやっぱりちょっと全然別種やな。これと比べると100年の孤独はちょっと甘さがちょっともっと1段階2段階3段階ぐらい上のような感じですね。それとちょっとアロマ的な匂いもある。なると香りも強い。ではこの今セブンでバカ売れらしいですねこれ。キムチ赤西貝です。いただきます。芋に書いて、これはなるほどバカ売れでしょうね。ご飯にも合いそうですし、酒のお魚としては結構最高がかなりいいですね。赤西ってやっぱりサザエとかより自分は美味しいと思うんですけど、サザエの方が希少なんでやっぱり高いんでしょうね。それとアワビを3回取ったことあります。 YouTube でもねあげましたが、どうやら自分は米焼酎と芋焼酎がどうも好きっぽいんですが、単体で飲むんなら芋と米が好きかなと思うんですが、こうやって食事と食べると圧倒的に麦の方が合いますね。なんでなんだろう。これも結構美味しいですけど、やっぱりこっちかな。食い応え抜群です。今回もご視聴ありがとうございました。食べてみて。セブンでバカ売れという赤西キムチ、うまい。ご飯でもお酒でもいけそうな感じが、確かにな。